皆さんこんにちは、かなこです。今日はセフォラの私のお気に入りの購入品をご紹介したいなと思います。セフォラって海外好き、海外コスメ好きで知らない人はいない海外コスメの集合体みたいな場所なんですけど、それがパリには、日本には昔はあって今はなくて、で今パリにはねいっぱいあるので、よくそこで買い物をしますので、そのご紹介をしたいなと思います。で今日は特にセフォラの中でも日本に上陸してないブランドたくさんあるんですけど、その日本に上陸してないブランドのお気に入り品をご紹介するので、こっちに住んでる方にももちろん試してみてほしいし、お土産とかにももちろんいいなって思えるものをご紹介する予定です。ではまず私が今回なんでセフォラに行ったかっていうと、このナーズの日本でも全然買えるんですけど、ナーズのこのなんだっけ、チークをね買いに行きました。私のお色はビヘイブって色かな、こんな感じ。なんかくすみ系、今日もつけてるんですけど、わかるかな。でこれがなんかいろんな YouTube の方がめっちゃいいみたいな、いろんなメイクさんも最近すごく使ってるみたいなのを書いてて買ってみました。で日本でもう少しで日本に行くので、日本の方が安かったんですけど、なんか我慢できずでなんか日本だとなんだっけ、売り切れも結構続出してるってことで、こっちのセフォラだと全然全色ありました。でこれを買いに行った時にいろいろ買ってきたんですよ。でまず1つ目がどうしようかな、これビューティーブレンダー。多分皆さんご存知なのかな、ビューティーブレンダーって。有名なスポンジ、化粧スポンジで水に濡らして使うタイプのやつで、ずっと気になってて、確か日本では売ってないんですよね。で買いたかったんですけど、日本から持ってきたスポンジがずっとあったので買わずにいて、これもねなかなかいいお値段な、19ユーロとかだから2500円ぐらいだったと思います。日本から持ってきたスポンジが結構寿命をね迎えていたので、今回買ったっていう感じです。ちょっと斜めってる。でも使ってみたらなんで人気なのかが分かった。めちゃくちゃいい。ムラなく塗れます。私は、化粧下地とあとリキッドのファンデーションを使っているので、その時に使ってますけど、本当に買ってよかった。だからこれは3ヶ月に1回ぐらいのね目処で交換の必要があるらしいんですよ、こういうスポンジって。だから買い続けようかなと思ってます。で次に私がご紹介したいのがどうしようかな、これシャーロット・ティブリーのアイシャドウ。これご存知の方いますかね。確かロンドンのメイクアップアーティストの方が作ってるブランドで、このアイシャドウが結構ね人気、日本に未上陸のものです。今回紹介するのはほとんど日本未上陸で、この色味が本当に可愛い。シャーロット・ティブリーのアイシャドウのピロートークってやつなんですけど、ちょっと汚い。でここは結構パウダー、フィックスパウダーとかあとハイライトとかも有名で、でこのピロートークっていう色がめっちゃ可愛いみたいなのを引きつけて見に行ったらすごい。でパウダーの感じもね、なんて言うんだろう、結構ちょっとウェットな質感のパウダーなんですよ。だからすごく発色も良くて、全部の色を私は漏れなく使ってます。特にこの色、くすみピンクがお気に入りで、値段がちょっといくらぐらいだったか忘れたんですけど、そんなにお安くはないですけど、1個あったら本当に1年使えるっていう感じで、めちゃくちゃ持ち歩いて使ってます。シャーロット・ティブリーで、次におすすめがこれかな、じゃじゃん、フェンティビューティー。もうこれもねほんとリアーナが作ってるブランドのコスメです。フェンティビューティーはこれがハイライトなんですけど、多分これがすごく有名で、ちょっと中がすっごい汚い、大丈夫かな、けどちょっと色味見せたいから、最近ちょっと割れちゃって、ここがすごいことになってるんですけど、本当に底見えコスメとはこのことっていう感じなんですけど、この色で両方ともベージュ白系のハイライトで、こっちの方が色味が強くて、あとキラキラ感が強くて、こっちがちょっと細かめのパール。でも両方ともすごく使えます。で鼻筋とか
なんだ結構ちょっとキランとさせたいのは時はこっちを使って、なんか目周りとか頬とかにさらっと使う時はこれで、私ハイライトをずっとなんだろうないろいろ試して理想なのに巡り合えなかったんですよ。なんか皮脂肌とか混合肌なのもあって、リキッドタイプにしちゃうと結構そのギラギラピカピカになっちゃうけど、パウダーだとなんかあんまりお肌に馴染んでない感じがして、どうしようかなって思ってた時に出会ったのがこれ、渡辺直美さんが紹介しててめっちゃ良さそうと思って早速買って、すごく良かったこれもなんかしっとり系のなんかサラサラしすぎないパウダーなんですよね、質感が。そうだからすごく肌に馴染むけどリキッドほどテカテカしすぎないから私の肌タイプにすごくぴったりで、これもフェンティビューティーも日本に未上陸なので、よかったら来られた方はぜひ買ってみてほしいです。でもう一個がフェンティビューティーといえばこのタイプのリップも人気だと思います。でこれがフェンティビューティーのヒートっていうタイプのグロスで、色がホットチョコレート、結構秋っぽい感じで、私はこれ1本だとなんかグロスを1個だけでつけるっていうのがあんまり得意ではないので、口紅の上にのせたりしてます。結構ピカピカになるテカテカになるけど色味がすごく可愛いです。なんかこんな感じこんな感じの色、これもすごくおすすめです。で次がメイクバイマリオのリップスティック。メイクバイマリオも日本には未上陸なんですけど、すっごいおすすめのブランドの一つ。確かイタリアのメイクアップアーティストの方がやっていたブランドだと思うんですけど、キム・カーダシアンとかのメイクも担当されたことがあるらしいです。でリアーナとかのこうセレブリティのブランドも好きなんですけど、やっぱこうメイクアップアーティストさんが出してるようなブランド、韓国でいうウォン・ジョンヨンみたいな感じのブランドもすごく好きでメイクバイマリオはずっといいっていう評判は聞いてて、でなんか秋に向けて新しい口紅を買いたいなと思った時にこれを買ってみました。こんな感じの色味で今日つけてるんですけど、なんかもうちょっと濃いめかなと思ったらそこまで濃くつきすぎない色が、多分これが結構その有名な色だと思うんですけど、ブロンクスベイビー、ちょっとブラウンベージュっぽい感じ。そうこれもう本当に買ってよかったです。でメイクバイマリオは結構チークとか、あとアイシャドウも有名だし、あとブロンザーとかそのコントゥアリングっていう海外のメイクの手法あるじゃないですか。この陰影をめっちゃしっかりつける、あれのなんか発案者がこのマリオさんらしいです。だからそのシェーディングとかハイライトとかもすごく質が良くて、海外のメイクさんとかすごく使ってるっていう話を聞きました。で今ちょっとここにね現物がないんですけど、引っ越しの関係で今ちょっとないんですけど、パトリック・マックグラスのアイシャドウ、こちら写真だけ載せときます。もう日本になくて私がセフォラで買ってよかったものの一つです。でこの結構ねギラギラした色味なんですよ。だから普段使いという、本当見たままこのまま発色するので、普段使いというよりもちょっとなんかいい感じのとこでディナーとか友達のなんか誕生日パーティーとか、なんかそういうちょっとしたイベントごとの時に使ってます。でこれは秋冬が多い、夏とか春はあんまり出番がなかったですけど、これすっごい発色だから、パーティー系の用事とかが多い人とか濃いメイクが好きな人にはパトリック・マックグラスもおすすめ。こちらです。で最後にちょっとこのセフォラシリーズ、セフォラってこのいろんなブランドも出してるし、セフォラ自身のオリジナルのね商品もあるんですよ。私はこれアイブロウなんですけどとかも買うんですけど、ぶっちゃけ私の感じた感じで言うと高い割にっていうなんだろうな、それ高いというか、なんて言うんだろう、他のこういうナーズとかマリオとかに比べたら安いんだけど、これも確か10ユーロぐらいするし、なんか
日本のプチプラってほど安くはないですよね。だからあんまり旨味がないというか、特筆した良さもなければという、ので本当にどのブランドでもいい場合とかにはあんまりこだわりがない時に買ったりするんですけど、こっちだとニクスとか、あとなんかキコとかもっと安く買えるお店があるので、どうしてもセフォラブランドがいいっていうシチュエーションは正直今まであんまりなかったちょっと試しに買ってみたっていう感じです。でも商品数は多いので、かゆいところに手が届くような商品も多かったりで、セフォラブランドはメイクのクリーナーとかも出していたりするので、なんかそういうのは使えるのかなっていう感じがしています。でこれはなんか会員登録したらもらいました。セフォラってアプリがあるんですよ。セフォラでよくお買い物する方はアプリの会員登録になることを強くおすすめします。以上、今日は私のセフォラ購入品紹介でした。皆さんのおすすめもよかったら教えてください。本日も見ていただいてありがとうございました。